皆様お久しぶりでございます。大名古屋巻でございます。今回の動画は名古屋駅から30分ほどで行ける秘境駅2つに行っていましたので、その様子をレポートしたいと思います。まずは岐阜県多治見市にある古古京駅を紹介します。この駅の1日の平均乗降人数はおよそ400人ほどとなっています。決して利用客が多い駅というわけではないのですが、この東側にニュータウンが広がっているので、そこの利用客かと思われます。この駅からの二次交通としては東鉄バスが出ています。ただこの東鉄バス面白いのが、平日に一本も運行がない代わりに、土休日に運行があるといったちょっと面白いバスになっています。この駅に停車する列車は毎時2本から3本ということで、多くもなく少なくもなくといったところでしょうか。私が行った時はこの窓口閉まっていたんですが、1月3日まで休むっていうふうに書いてあるので、普段はここ有人駅として機能しているということなんでしょうか。この辺りの中央本線は今でこそトンネルを駆け抜けていくんですが、昔は川沿いを走っていたということです。おそらくこの左手側にある線路が中央本線の旧線だということかと思います。この辺りの中央本線は列車の運行本数が比較的多いので、写真を撮ったり電車を見たりするにはちょうどいい駅なのかなと思います。ということで通過列車何本か撮ってきましたので、作例というほどでもないんですが、ご覧いただければと思います。対岸を走る県道の交通量が多いので、そんなに怖いといったことはないんですが、ちょっと寂しいかなというところですかね。続いては愛知県春日井市にある乗光寺駅です。この駅は越後ときめき鉄道の筒石駅、上越線の土合駅といったモグラ駅というほどではないんですが、ちょっとモグラ駅のような様相を呈しています。この駅は庄内川と崖の間のわずかなスペースに敷設されていることもあって、このような構造になっているものと思われます。先ほどお話しした筒石駅や土合駅なんかはとっても怖い駅なんですけど、この駅はそこまでの怖さはなくて、ただちょっと気分悪いかなと、そんな駅です。この駅のホームの一部がちょっと狭くなっているところがあるので、ご見学の際は十分に注意してください。ただし通過電車がある前は必ず駅にその旨のアナウンスがあるので、アナウンスに注意していれば安全に駅を見学することができると思います。
車が参ります。ご注意ください。続いては下り線のホームです。下り線側のホームは特にモグラ駅といった様相はなくて、ただ単に高所にある駅といった感じになります。この付近も同様に旧線から新線に切り替えられた区間でありますので、おそらくこれは旧線のトンネルだと思うんですが、ホームの端から見学することができます。秋になるとこういった中央本線の旧線のトンネル群を巡るイベントがあるようです。興味のある方はぜひ一度足を運んでみてください。さて、この乗光寺駅の付近なんですが、場合によっては心霊スポット的な取り扱いをされることもあります。昼間であればそんなに怖いといった駅ではないんですけども、日が暮れるとちょっと怖いというか気持ち悪いというか、そういった風な様相に変わってきます。で、この時私実はおしっこしたかったんですけど、ちょっとこのトイレ怖すぎて使う気になれませんでした。確かに近くにお住まいの方もいるので、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないんですけどね。さて、これから愛知県でも名高い廃墟である千歳楼に向かってみたいと思います。この千歳楼をネットで検索すると、出るわ出るわ良くない噂。気になる方はご自分で検索していただくとして、いろんな事件があったということで、周りにはベタベタ監視カメラが設置されていたり、入り口はコンクリートで厳重に塞がれています。対して今映っている瀬戸市側の旅館なんですが、この旅館 Google マップによると非常に評価がいいんですね。そう考えると川を挟んで明と暗が対峙しているそんな地帯ということができそうです。で、こちらが先ほどお話しした千歳楼です。この旅館の駐車場はこの辺り東海自然歩道があるので、そちらのハイキングを楽しまれる方の駐車場と化しているように見て取れました。2022年3月のダイヤ改正で新しい車両がこの中央線に入るということが予定されています。またそれに伴って今運行されている国鉄型の車両が引退することも予定されています。この2駅はこれらの車両の雄姿を見ることができますので、皆様もご無理のない範囲で出かけられてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこうした鉄道動画や旅動画、時々松井のレポートの動画をお送りしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ではここから久々の負けコーナーの時間がやってまいりました。乗光寺駅から東海自然歩道を歩いて15分から20分ぐらい行きますと、玉野御嶽神社があります。この神社猫推しということもあって、猫の御朱印をいただけたりします。今年1月の御朱印のデザインはこちらですが、過去のものも希望すればいただけるようです。乗光寺駅からこの神社に行くには東海自然歩道を歩いていきますが、その途中中央本線の旧線だったり新線を見ることができますので、鉄道好きの方にも楽しんでいただけるのではないかと思います。
この神社につながる車道もないことはないんですが、このような未舗装の道が続きますので、歩いて行かれた方がいいのではないかと思います。Google マップの口コミによると、ベンチで休んでいると猫がそっと寄り添い癒してくれたと書いてあるんですが、私には一切猫は寄ってきませんでしたので、皆様も十分にご注意ください。